はい、皆さんこんにちは。では今回はですね、僕が数年前に書いたスクリプトをゼロから書き直したので、それの紹介をしていきたいと思います。これです。クワッドパッチャー。で、これが何をするスクリプトかというと、こういうふうにですね、穴の開いてるもの、これをクワッドで埋めてくれるというものです。で、これはモードが3つありまして、まず1つ、エッジボーダーモード、それからフェイスモード。で、これは新機能ですね、エクストルードモード。で、これらを一つ一つ紹介していきたいと思います。まず最初、エッジボーダーモードから。これはですね、このようにエッジボーダーを選んでいただいて、それでエッジボーダーモードを押すだけです。そうするとですね、クワッドパッチャーということなんで、別々になってます。で、その状態でもいいので、この最初のローテーションをいじると、くるくる回転します。これでどのアングルか設定できますね。で、次、プロポーション。これはどのくらいディビジョンが入ってるかということですね。とりあえずこの辺にセットしておいて、で、リラックス。これはですね、今リラックスがかかってるんですよ。だからこれを少なくしてやることによってまっすぐになる線が出てきます。で、次、スムーズボーダー。これはですね、どちらかというとこちらのギザギザしてる方に使いますね。で、こちらのエクストルードモードは今ディセーブルになってます。で、このインセットですけど、これをチェックマーク入れると見えましたか？このインセットが入ります。で、これをインセット入れることによって、これでもあんまり関係ないんですけど、よりスムーズにすることができます。チェックオフにすると、もちろんインセットは消えます。で、これで必ず最後にしないといけないのは、この Patch It。これを押すことです。なぜかというとですね、これいろいろとエクストラに作るんですよ。セットとか、こちらの場合ですと、クワッドパッチャー用のものですね、いろいろ。を作ってしまいます。なので、ここでヒストリーを消したり、出てしまうと、そうするとこういうゴミが残ります。なので、必ずパッチしてください。で、ここでパッチをすると、一つのオブジェクトになります。これね、ちゃんとつながってますよ。これはですね、このクワッドパッチャーを使うと、エッジボーダーモード。そうするとこのように、ちゃんとクワッドでつなげてくれます。で、こちらの設定は、先ほどと同じようなものですね。はい、でこちらですね、リラックス。このような感じになるんで、こういう結果が欲しいという方は、このリラックスをいじるという感じですね。あと、これです。スムーズボーダー。ここですね、一番役に立つのは。このようにですね、ボーダーをスムーズにしてくれます。これもですね、インセットちゃんとできます。多くしたり、少なくしたりですね。で、パッチ。すると、このように出来上がります。こういうアングルでもできます。ここでエッジボーダーモード。で、これを回してあげたり、いろいろと設定をいじくって、それでパッチ。簡単にクワッドにすることができます。こういうシンプルなものでもですね、エッジボーダーモードで簡単にやってパッチすることができます。ただですね、一つ機能を入れてないんですけど、入れるか入れないか迷ったんですよ、これ。このようにですね、こう47ってなってますね。このエッジの数が奇数なんですよ。で、こちらはちょっとアンドゥしますね。ちなみにこのクワッドパッチャーはアンドゥができます。このようにですね、一回エクストルボーダーやって、この状態でやっぱやりたくなかったかもってなった時にアンドゥすれば全部消えてくれます。こちらのものですね。で、先ほどの話で、こちらはですね48なんですよ。だからクワッドが作れるんです。このように。ただこちらの47の場合だと、どうしてもトライアングルが一つできてしまうんですね。なのでクワッドパッチャーを使うときは必ずエッジの数が偶数であることを確認してください。もしこれで使ってしまったら、こんな変な中途半端な感じになってしまいます。クワッドパッチャーなんでね、トライアングルが知らないうちにできてしまうっていうのはどうかと思いまして、このままにしてあります。そのうちワーニングかなんか出すようにするかもしれません。この辺でですね、適当にこう線を付け出すだけでクワッドになるので、このようにすることができます。はい、パッチって必ずしないといけませんね。はい、これがエッジボーダーモードです。次はですね、フェイスモードをやります。これは何をするかというと、基本エッジボーダーと同じなんですけど、ここをやるときにエッジボーダーモードの時の場合だとフラットになっちゃいますよね。で、これを保ちたいときに使います。このセレクションでやりたいとき、フェイスモードでやれば、このように形を保ったままできるってわけですね。で、先ほどと同じようにいろんな設定ができます。このスムーズボーダーもですね、このような感じでできます。インセットもできますよ。はい、これでとりあえずパッチすると
先ほどと同じように一つのオブジェクトになります。で、これがちょっとさっき変な風にしてしまったんで、これを元に戻してみましょう。こんな感じですかね。で、これを再びフェイスモードやると、はい、綺麗になりました。パッチ。で、これはですね、この辺でも適当なセレクションにでもできます。ただ、あまりにでもですね、エクストリーム、例えば、このようにですね、なるとちょっとおかしくなるかもしれません。それとですね、こうやってセレクションのアイランドが2つに分かれてるとうまくいきません。多分。はい、では、じゃあとりあえずこれやってみますか。で、フェイスモード。このように合うアングルと合わないアングルがあるので、その辺は調整しながらやってみてください。はい。で、これでパッチ。で、例えばこういうところにでも使えますね。まあ、この眉毛のあるあたりですね。この辺ですね。この辺のトポロジーが、まあ、あまり気に入らないと。で、どうにかならないかなと探しているときに、このように。で、ここ今全部クワッドでできてるんで、ここ33になってますね。そうするとトライアングルで1個できるということです。まあ、この辺のセレクションはね、自分で調整しながらやってみてください。で、今30。で、これをフェイスモードでやると、このようにですね、一応綺麗にしてくれます。で、これは形を保ったままです。で、これをぐりぐり回転させながら、まあ、一番合うものを探して、これはちょっとさっきと似てますけど、ここ見ると分かりますね。ちょっと違います。まあ、このように、リトポができるということです。もうちょっとこの辺とかですね、ごちゃごちゃしてて、なんか嫌だなーっていう時に、これを一通りセレクトしてあげて、こんな感じですかね。これ53、これ多分ダメですね。こんな感じにやってみますか。とりあえずは。ここちょっとカーブがかかってるんで。で、これフェイスモード。こんな感じにですね。もうちょっとかな。まあ、こんな感じに簡単に直してあげることができます。それと、こうやってちょっと形が、この辺、カクってなってますよね。そういう場合はまあ、普通にクワッドドロー、何もライブオブジェクトがないままでクワッドドローに行って、こうやってあげると、形はある程度保ったままスムーズにしてくれます。この辺もですね。このように。はい、次。で、これもシンプルな形。まあ、この消してからエッジボーダーモードでやってもいいんですけど、このフェイスのままでもできますよということですね。これもですね、さっきと同じ、奇数のやつですね。47。これできません。なので、エッジを一つ付け足してからやるとできます。はい、パッチ。はい、これがフェイスモードです。はい、で、最後のこの新機能エクストルードモードですね。これが非常に便利になってくると思うんですけど、まあ、この穴を埋めること自体はエッジボーダーモードでもできますね。まず、この伸ばしたいエッジを選びます。それで押すだけ。そうするとですね、まず2個ぐらい増えるんですよ。で、このエクストルードモードがこれアクティブになります。なので、これを伸ばしてあげると、このようにですね、最後のところまで行きます。で、ここまで来たらですね、このままここを埋めてあげるだけです。で、これはですね、クワッドパッチャーの他のフェイスモード、エッジボーダーモードとは違って、他のものを使いません。ただ単なるブリッジなんで。だから、ヒストリーが残ってます。で、まあ、ここくらいはですね、自分でこう、ブリッジなんてやるだけですね。はい、次はですね、これです。皆さんご存知の通り、マーベラスデザイナーからエクスポートしたものです。おそらくですね、このクワッドパッチャーはこういうところで一番役に立ちます。はい、では僕がこれをどのようにやってるのかというのを紹介します。まずですね、このボーダーをですね、僕の場合エクストルードします。で、この状態の時に僕は大抵これをデュプリケイトして、それでライブオブジェクトとして使うんですけど、まあ、今回はそれはスキップして、で、このままエッジボーダーを選んで、で、中身を消してしまいます。で、確かこちらのところが服とつながっている部分で、こちらが腕が出てくるところですね。ここ何もつながってないので、エッジの数は関係ありません。あと、これ袖の半分なんで、この下のところですね。これが反対側とつながる場所。こっちも反対側とつながります。こっちですね、ここ、内側。なので、ここの数と反対側の数が合ってないといけません。まあ、その辺もちょっとやりながら説明していきます。まずですね、ここが他の服とつながる部分なので、ここはいじってはいけません。
ではここ全体いくつあるのか見てみます。16ですね。で16だと綺麗に線を引くのならば16、こっちも16じゃないといけないですよね。17なんで1個多いです。なので僕は適当に1個消してしまいます。ここに大きなギャップができてしまうので、カスタムスクリプトを書いたので、これで隙間を合わせてあげます。で、これはですね、この一個一個の隙間を同じにしてくれるっていうものなんですけど、これはまた別のですね、ツールかなんかに組み込んで出したいと思ってます。まあ、ぐっと待っててください。はい。で、こちらのエッジをですね、16にできました。あとこっちと一緒ですね。はい。では、上下を一緒にします。まずこちら、17。で、こちらは18。まあ、1個増やすか、1個減らすかですよね。では今度は1個増やしてみましょう。ほんと。で、これも先ほどと同じように隙間を並べてあげて、そうすると18、18で16、16ということになりますよね。このくらいシンプルな形だとですね、エッジボーダーモードでもできるんですけど、今回はエクストルードモードをやります。で、このように伸ばすだけ。これだけです。で、最後にここを閉じてあげる。これで完成です。で、周りを消して、で、クワッドドローかなんかでスムーズにしてあげると。これで完成ですね。はい。で、こういうシンプルなものでもですね、すごく簡単にできます。まず、エクストルード、オフセットしてあげて、で、多分こちら、確か一緒でしたね。10。で、上は10。で、こちらは39、36、39。あ、こちらの方が少し多いですね。どちらかに布がぶつかってるのか確認してやるのもいいですけど、この場合ですね、どうしてもそういうわけにはいかない場合、まあ、とりあえずこのままエクストルードモードでやってみますか。どこまでいくかですよね。伸ばしてあげます。ズレが出てきましたね。で、ここでもうこれ以上、ここでどうにかしないといけないという場合ですね。見てみます。29、奇数ですね。では、どっかで1個足さないといけないか、どっかで1個消さないといけないです。で、もしこちらがね、他の布とくっついているならば、他の布のね、ここも変えてあげないといけません。まあ、ここ1個削っておきます。で、こうして、で、この状態でもですね、こっち2つしかなくて、こっち数が合わないので、変な形になるかもしれないですけど、このようにですね、例えば2つにして、これあんまり良くないですね。まあこんな感じですかね。ここで一つやり忘れたことがあるんですけど、こちらの方でやります。まあこんな感じに適当につなげることができるということですね。はい、パッチ。はい、じゃあ同じようにやってみます。エクストルードでオフセットをやって、で、内側を消す。じゃあこちらのエッジは39。で、こちらは41。じゃあ、こっちから2つ削りましょう。こんな感じに。そう、これ39になりますよね。で、ディストリビュートバーティシーで合わせてあげます。で、こちらの下の部分は7。で、こちらが5。まあ、じゃあ下から2つ削ります。はい、このようになります。で、これを左右と同じ数なんで、上と下も。なんで、エクストルードモードで全部できるはずです。はい。はい。で、最後、つなげてあげます。で、周りを消して完成です。はい。で、これですね。よくシャツとかで見る形ですよね。じゃあ、これやってみましょう。で、これで先ほどこちらでやり忘れていたいつもやってることとはですね、このエクストルードでオフセットして、まあ、とりあえず中身を消して、そうするとこの部分は布じゃないですよね。なのでこの中身をですね、一回オフセットでまた戻してあげます。で、ここをつなげてこのエッジを消す。
このような形から始めています。で、これもちょっとまだテストはしてないのでどのような結果になるかわからないですけど、このような形があるとします。ヒストリーを消して、ではエクストルードモードやってみましょう。この辺まで伸ばして、どうしますか。この辺どうするか後で考えましょう。で、今度はこっちをですねグイーッと伸ばしてあげて、でここ2つ残りましたね。もう1個下げますか。でヒストリーを消して、でこの3つを今度伸ばしてあげて、でここまでですね。じゃあこんな感じにしてみまして、でここどのくらいありますか。8個。いやもう少し下げますか。アンドゥしていきます。エクストルードモードでこのくらい残しますか。でエッジボーダーモード、これでですねくるくる回転させて何か良さそうなものを探します。いやとりあえずこちらの方にしてみます。でこれでパッチ忘れないようにしましょう。でこのボーダーを消して、でこの変な形になってるんでこれをですねクワッドドローでスムーズかけてあげて、こちらもですね適当にスーッとかけてあげるとこのように簡単にできます。次こちらのわけのわかんない形です。という前に先ほど気づいたんですけど、これです。これおそらくですねどこかでアンドゥやってる時とかでクリーニングし損ねたものですね。これは関係ないんで消してあげてください。はい。でこのわけのわかんない形です。これはですねまだ試してないんですけど、適当にやってみます。いつものようにエクストルードして、でこのように中身を消して、でもう一度中にエクストルードします。でこういう角とかですね僕はこうくっつけてエッジを消して、これもですねでこうなってるんですけど、おそらくですねこちら側とこちら側別の布につながってるか別のパッチにつながってるかなんかじゃないですかね。とりあえずこのままにしておきます。こちらの方からやってみますか。エッジループじゃなくてエクストルードで適当なところまで行っておかしくなる前ですね、この辺にしてみますか。とりあえずはまで行って、これ全部でいくつですか。81奇数ですね。どっかで1個消さないといけません。おそらくですねこっち側何もつながってないんですよ。なのでこっちから1個取ります。でこれを並び替えて、ここではなくてですね、おそらくやる場合ここでやった方がいいですね。このように、はい、ここがもう布ではないんでね。でここはまだ布なんで、でこの辺です。じゃあ上から下に伸ばしていきます。ぐいっとだんだん斜めになってきますね。でこの辺まで来たらとりあえずエッジボーダーモードでどうなるか見てみましょう。42偶数です。でこの辺にですね適当に合いそうなものを探して、ここ上と合ってるんでこんな感じにしますか。はい、ではパッチで外側を消してあげて、でクワッドドローで全体にスムーズかけます。はい、こんな感じになりました。でこのようにですね複雑な形、おかしい形でも簡単にクワッドにすることができます。はい、でこれがクワッドパッチャーというものになります。どうでしょうか。で気になるお値段の方なんですけど、これは無料で配ります。概要欄の方にリンクを貼っておくのでそちらの方からゲットしてください。で理由としてはですね単純になるべく多くの人に使っていただきたいということですね。ドネーションは受け付けているんですけど、特に学生さんとかこれで収入を得ていない方とかこういうお仕事をしてない人たちですね、
そういう人たちはじゃんじゃん無料で使ってやってください。でこれ以外にでもですね、使い道はあると思うので、とりあえずダウンロードしてみて使ってみて、バグとかもまだまだあると思うんですけど、試してみてください。それとですね、このスクリプトは Maya 2020で書いたものでして、これ今 Maya 2022です。でこちらでも正しく動作しているのを確認しました。はい。で何か質問などあればコメントの方でなるべく答えたいとは思ってます。ではもしよかったらコメント、評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい。でこれですね。これはですね、もう単なるいじめです。これは多分できると思うんですけど、なるべくやらないでください。これをエッジボーダーモードで、とりあえずエクストルードモードでやってみますか。こんくらい伸ばしたいとして、エクストルードモード。行きましたね。クイッと伸ばして。頑張れ。いってるね。遅いけど行きます。一応できます。はい。じゃあこれを Undo で消して。で、今度じゃあエッジボーダーモードやってみますか。これを埋めたいなんて人いるかな。リセットしてエッジボーダーモード。多分しばらく待つと思うんですよ。いけました。このようにクワッドで埋めてくれます。はい。これ回転きついですね。回転できます。できるけど遅いです。プロポーションも変えられるはず。そうですね。できますね。できるということで、クワッドパッチャーよろしくお願いします。パッチ。ではまた。